こんにちは。日本公式アンバサダーの BS エイコリンです。今回の動画は新英雄についてお話ししていきます。私なりに解説と考察していきます。実際に使用してみて間違いがあるかもしれません。考察なのでそのところはご了承いただけたらと思います。入手する方もしない方も、すでに海外の方の動画でチェックした方も最後までご覧いただけると嬉しいです。次の新レジェンダリー英雄はタイタス・ブラック・プルームです。防御タイプでなんと虚空属性です。虚空属性は属性による不利もないし、強いことが多いのでぜひ入手したいです。正直現在開催中のソーリンのイベント、合成と魂入手で石もスタミナも使い果たし、ヘトヘトの人が多い印象です。私も次の合成英雄は一度お休みして、炎の騎士を進めるための英雄を育てようかなとか考えてたんですけど、虚空の英雄ならやるしかないと思ってます。入手方法はかけらではなく合成です。エピック英雄を集めて、レベルとランクを上げて、強化してからレジェンダリーに合成するイベントですね。餌やポーションが必要になります。備えておきましょう。日本語版をいただいたので、オーラやスキルを見ていきます。まずはオーラ。すべてのバトルにおいて虚空属性の仲間の HP が 40% 上昇。HP40% 上昇は高いんですけど、虚空属性限定ですね。そしてまずは通常スキル。敵一体を攻撃。40% の確率で2ターンの間、アクティブスキルブロックを付与。シールドのバフがついている場合に無効化されない。まずはシールドがついていると無効化されないので、シールドが欲しいですね。この後もシールドが要になっているので、シールドバフはつけたいところです。ただ自分でシールドをつけれないんです。シールドを先に付与してくれる英雄と組ませる必要があるかなと思います。シールドさえついていれば、精度がいらないのがいいですね。逆にシールドがない場合は、精度が必要です。そして、味方が反撃、味方と協力して攻撃、またはスキルを発動するたびに、対象の敵に 40% の確率で2ターンのアクティブスキルブロックを付与。チーム内にこのスキルを持つ英雄が複数いる場合は、1人だけが発動。これはパッシブじゃないので、このスキルが発動したとき、例えば御影悪印、あとは同盟攻撃を持っている英雄でみんな一系の攻撃で、このスキルを発動したら、アクティブスキルブロックがつく場合があるってことかなと思いました。このスキルって、そういうことかなと思うんですけども、ちょっとわかんないですね。同盟攻撃がある英雄はフィルターからその他効果の同盟攻撃をチェックすると、自分が持っている英雄の中で同盟攻撃のスキルがある英雄がフィルターされます。あとは装備の報復などでこのスキルを発動した場合にもいいですね。ただ精度が必要になります。味方によってシールドがあること前提で精度をつけずに使おうかなと思ったけど、このスキルのために精度をつけておきたいかな。このスキルがもし、このスキルを発動してない時に味方が反撃、味方と協力して攻撃、またスキルを即時発動するためにだとしたらめちゃくちゃ強いですが、さっきの推測で合ってるのかなと思っています。わからないですね。この通常スキルはスキル本を使うとダメージが最大 20%、デバフ発動率が最大 20% 上がります。続いてスキル2、敵一体を攻撃。シールドのバフがついている場合に攻撃がクリティカルになります。さらにシールドの値に等しいダメージブーストを得る。シールドが多いとダメージが増えるみたいですが、どのくらいなんだろう。このスキルで敵を倒した場合には、味方全体のデバフをすべて解除します。倒せなかった場合は代わりに敵全体に1ターンのデバフ、プロボークを付与。シールドバフがついている場合は無効化できないとのことです。無効化されるは翻訳間違いなのでお許しください。ここまでシールド必須ですね。だけどシールドを付与する英雄は珍しくはないので、ヒドラとか6人編成だから一緒に連れて行きやすいし、PVP とかでも一緒に連れていくことも不可能ではないですね。シールドがついてるとクリティカルになるので、スキル2はクリティカル率を上げておく必要がありません。ただスキル1もクリティカルを必ず出したい人は、クリ率をある程度上げておく必要もありますね。人それぞれのビルドになりそうです。
スキル本を使うとダメージが最大 20% アップ。クールダウンは3ターンになります。倒した場合の条件があるので使ってみないとわからないけど、このスキルをメインにビルドすることをお勧めしているように感じますね。そしてスキル3。味方1人に味方防御 50%、攻撃力アップ 50%、スピードアップ 30% のバフを2ターン付与。攻撃力アップのところはスピードアップの間違いです。お許しください。さらにターンメーターを 40% 上昇。味方1人かーいって思いましたが、次にこう書いてあります。味方にバフがなく HP が 100% 未満の場合は、ターン終了時にこのスキルを即座に発動。チーム内にこのスキルを持つ英雄が複数いる場合は1人だけが発動。なのでスキルを使わなくても味方にバフがついてなくて HP がマックスじゃなければターン終了時に発動されるのは面白いですね。ただバフが一つもついてない状態はあまり頻繁ではないような気もしますが、ありがたい即時発動スキルだと思います。ちょっと英語版のスキルを Google 翻訳かけてみました。ターン終了時とはその味方のターン終了時とのことです。なので味方のターンが終了するときにバフがなく HP がマックスではない場合にこのスキルが発動されるはずです。スキル本を使うとクールダウンは3ターンになります。最後にパッシブ。敵が味方に攻撃を命中させるたびにその味方の次の攻撃は受けた攻撃ごとに 10% の追加ダメージを与えます。最大 100%。これは味方がダメージを与えるとリセットされます。これは敵と自分の英雄のターンが回ってくる状況次第になりますね。自分側の英雄が攻撃してリセットされました。その後敵一体が攻撃してきて、こちらにターンが回ってきた時は 10% の追加ダメージ。でももし全ての敵にターンが回ってからこちらのターンになった場合は、その英雄はかなりの追加ダメージになりますね。ヌーカーの速度が遅い場合、何度か攻撃を受けていたら、攻撃を仕掛けた時にかなりのダメージを出せます。スキルの回数ではなく攻撃ヒットの回数なのが注目ポイントですね。ダメージを受けたらではなく攻撃を受けたらとの記載なので、ダメージブロックや不死身バフがついてても該当しそうです。タイタス自身はスキル3で味方防御が付与していたら、タイタスにも追加ダメージが蓄積されていることになるんでしょうか。味方防御の分ももし蓄積されているとしたら、タイタスの追加ダメージがとても高そうですが、味方防御に関しては追加されるのかは使ってみないとわかりません。タイタスはスキル説明を見て使うのがやや難しそうだなと感じましたが、使ってみたい英雄だなと思いました。シールドを付与する英雄と組ませたいですね。シールドスキルがある英雄はフィルターでこのシールドマークを選択すると持っている英雄がフィルタリングされます。ただ自分だけにシールドをつける英雄もフィルタリングされるので、フィルターした後に個々のスキルをチェックする必要があります。私の場合は PVP でタイタスを使用するなら、ウォーロードをビルドし直して組ませるかどうかかな。今持ってる英雄ですと。見かけもシールド付与ありますが、HP が一番低い仲間なので難しそう。タイタスは今の段階では強いか強くないかわからないので、入手して試してみたいと思います。合成に挑戦する方もしない方も引き続き一緒にレイドシャドウレジェンドを楽しみましょう。最後までご視聴ありがとうございました。